皆さんこんにちは。中国出身の李拓です。ジルバと申します。ポーランド人です。皆さんこんにちは。吹田市危機管理室の菊池です。大月です。川村です。今日は防災のことについて吹田市の方にいろいろ質問したいと思います。よろしくお願いします。最初の質問は外国人として災害についてあまり知らないです。災害情報を知ることがアプリなどありますか？日本は海に囲まれていて、毎年のように台風や大雨による災害が起こっています。また地震もとても多い国です。すぐに災害情報を知ることができるようにしておくことは大切ですね。地震や台風、大雨などの災害が起きたとき、日本ではアプリなどを入れてなくてもスマートフォンの設定をしておくだけで、緊急速報メールという災害情報のお知らせが自動で届きます。最近のスマートフォンの場合、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語であれば、スマートフォンの設定に合わせて音声での災害情報の案内がされるようになっているので、ぜひ設定を確認してみてください。また、市の LINE などの SNS は市を友達登録などの設定をしておけば、災害が起きたらすぐに案内が来るので、ぜひこちらも登録してください。その他のアプリであれば、セーフティーチップスという、日本の観光庁がサポートしている無料のアプリがあります。このアプリは15カ国語に対応していて、災害情報だけでなく避難情報も知ることができます。また、避難した場所でトイレの場所を聞いたり、怪我をしていることを伝えたりするために、英語、中国語、韓国語、日本語のコミュニケーションカードが用意されているので、こちらもおすすめです。なるほど、ありがとうございました。それでは災害が起きた時に逃げるかどうかはどうやってわかりますか？災害が起きた時、災害が起きそうな時には避難の情報をお知らせします。吹田市で特に気をつけないといけない災害は地震と大雨で起こる洪水や土砂災害なので、その2つについてそれぞれお伝えします。まず地震の場合です。地震が起きた時にはスマートフォンなどであれば緊急速報メールでお知らせする情報の一つ、緊急地震速報というお知らせが届きます。もしこのお知らせが届いたらすぐに地震の強い揺れが来ますので、建物の中にいる場合は慌てずに机の下に隠れたり頭を守ったりして地震の揺れが収まるのを待ちましょう。どれぐらいかかりますか？その募金が起きること。このお知らせが来てからは何秒かしか時間はありません。なのですぐに、そういった、机の下に隠れたりしてください。はい。あとですね、建物の近くに立っているときは割れたガラスが飛んできたり、建物が崩れて巻き込まれたりするかもしれないので離れたりしましょう。揺れが収まったら建物の中にいる人は外に出て自分の家が安全か確認してください。強い地震が起きたときは1回だけで終わらずに、しばらく余震という地震が何回も起きることがあります。家の中にいるのが危ないなと思ったら、しばらく近くの公園や学校のグラウンドなど広い場所に避難してください。家が壊れてしまって帰れないという場合は、近くの小学校などが避難所になっていますので、小学校に避難してください。なるほど、そうなんですね。では次に大雨で起こる洪水や土砂災害の場合です。この場合、雨の降り方や川の水の量などによって災害が起こる前から災害情報や避難情報のお知らせが来ます。大雨などは警戒レベルという5段階のレベルでそのお知らせが来るようになっています。この警戒レベルがレベル3以上になったら市から避難の案内が来ます。案内が来たら避難をするタイミングです。まず、警戒レベルが3になった時の避難のお知らせは、高齢者等避難というものになります。お年寄りや子供など、避難するために時間がかかる人やその家族は避難を始めましょう。もっと雨が降り続いて警戒レベルがレベル4になった時は、避難指示という避難のお知らせが来ます。避難指示が来たら、必ず全員がすぐに避難しましょう。
その次のレベル5は洪水がもう起きてしまっているか、すぐに起きるときです。その時は川の近くに住んでいる人は外に出るのも危険な場合があるので、できるだけ高い階に行くことや、すぐ近くの高い建物に避難するようにしてください。この警戒レベルはレベルが色分けされています。レベル3は赤、レベル4は紫、レベル5は黒となっているので、ぜひ覚えておいてください。洪水が来た時、どれぐらい高い階に行ったら大丈夫そうですか？避難する階、高さは、場所によって違います。例えば、洪水が起きた時は、川の近くでは場所によっては2階や3階くらいまで水が来る場合があります。吹田市が作成しているハザードマップでは、洪水で水が来る場所や深さが色でわかるようになっています。ハザードマップを確認しておいて、色がついていないところや避難場所の高い階に避難してください。ありがとうございました。では、避難指示が出たかどうかどうやって知りますか？避難指示はスマートフォンの緊急速報メールや LINE などの SNS、セーフティーチップスなどのアプリでもお知らせが来ます。テレビでもお知らせが来ますので、テレビがある人は大雨の時はテレビをつけておくことも大切です。その他にも、市内の学校や公園などにある防災行政無線というサイレンを鳴らしたり、避難が必要な場所を車で回ってお知らせをしたりします。ただ、ほとんどが日本語でのお知らせになることと、近くにいないと言葉が聞こえにくいことがあります。なので、お知らせの内容を聞くというよりは、サイレンの音が聞こえたら危ないというお知らせと思って、スマートフォンやテレビで避難情報を確認してみるようにしてください。では、避難指示が出たらどうすればいいですか？避難指示が出たときは全員避難です。すぐに避難が必要なので、避難する場所や避難するときに持っていくものは先に準備しておいた方がいいです。まだの人もすぐに避難の準備をして避難してください。もう一つ質問は、その避難所について、大きい地震など起きたら、例えば家壊すことができる、普通の生活できなくなるかもしれません。その時はどうすればいいでしょうか？危機管理室大月です。災害が起きて家で生活ができなくなった人のために、日本では避難所というところを決めています。シェルターのような避難するための場所を作っているわけではなく、災害が起きて家に住めなくなった人のために、小学校や中学校の体育館や公民館などを避難所として使ってしばらく生活できるようにするものです。ただ、すべての人が来てもらえる分の場所やものは避難所にはありません。家が壊れてしまったり、家にいると危ない、生活できないと思うときは避難所に行ってください。そうでなく、家が壊れていなくて安全である場合は、そのまま家での生活を続けてください。家で生活を続けても、避難所に行けば災害情報や、あと水、食べ物も、もらうことができます。避難所にあるものについてちょっと詳しく説明。避難所には食べ物や水、毛布など生活をするために必要なものが置いてあります。また、今は新型コロナウイルス感染症などがありますが、避難所ではたくさんの人が一緒に生活することになるので、感染を防ぐためのアルコール消毒やマスクなども置いてあります。それでは実際に倉庫を見てみましょう。段ボール多いですね。めちゃ高いです。置いてます。ご飯ですね。そうですね。これは玄米ご飯、飲めるご飯。賞味期限が結構長いですね。毛布。そうですね。避難所で生活するときに寒いといけないので毛布も置いています。こちらにはトイレットペーパーも置いてあったり、カセットコンロですね。温かいご飯が食べれるようにコンロも置いてあったりします。種類が多いですね。避難所では災害を受けてから生活をしてもらうことになるので、生活に必要なものがいろいろ置いてあります。危機管理室の川村です。ここは山田占領下地域備蓄倉庫といって、災害が起きた時に必要なものが置いてあるところです。吹田市では市を6つのブロックに分けていて、
この倉庫は山田占領下地域の避難所に届けるためのものを置いています。ここにあるものがいつどんな時は使いそうですか？ここに置いてあるものは災害が起きて避難所に人が避難してきた時に使います。避難所に置いてあるものは少しだけなので、足りなくなった時にここの食べ物などを避難所まで運びます。どんなものを置いてあるんですかね？例えばこれ、レトルトご飯といって、水がなくても普段のご飯と同じように食べられます。他に長持ちするお菓子やお年寄りの方も食べられるようにおかゆ、柔らかいご飯なども置いています。その他にも毛布や避難所で料理するためのお鍋などいろいろなものを置いています。もう一つ質問あります。もちろん食べ物当たり前ですけど、例えば段ボールとどうしますか？何をしますか？この段ボールはコロナ感染のために置いているもので、一枚一枚をくっつけて組み立てることでパーテーション、仕切りとして使うものになっています。面白い。ありがとうございます。ここにある、非常食はどのぐらいの量がありますか？ここには避難してきた方の1日分の食べ物を置いています。災害が起きたときは日本中から食べ物など生活に必要なものが届きます。吹田市の場合、まず万博公園近くにあるサッカースタジアム、パナソニックスタジアム吹田に届けられて、備蓄倉庫や直接避難所に届きます。それと、ぜひ皆さんにお願いしたいことがあります。災害の時のための食べ物など、自分で準備してください。避難所では少ないものをみんなで分けることになります。自分の分は自分で準備しておくことがとても大切になります。家で災害用の食べ物を準備しておくときは、先ほどのご飯みたいに長持ちする災害用の非常食をわざわざ買わなくても大丈夫です。私たちがおすすめしているのはローリングストックという方法です。普段から多めに物を買っておいて、それが少し減ってきたら新しいものを買って、古いものからまた使っていく。それがまた減ってきたら新しいものを買ってまた古いものから使っていくという方法です。この方法であれば災害時でも皆さんが普段食べているものを食べることができるので、安心して生活できると思います。本当にありがとうございました。備蓄倉庫を初めて見たんですけど、こんなに種類の多いものがあってびっくりしました。今日いろいろな教えてくださって本当にありがとうございます。最後はここに住んでいる外国人に何かメッセージがありますか？日本は地震や台風、大雨など本当に災害が多い国です。皆さんが日本で過ごす中で、これから先いつか必ずと言っていいくらい災害が起きることがあると思います。その時になってどうしたらいいかと考えていても、災害が起きたら携帯電話が使えなくなって調べることができなかったり、どこに行ったらいいかわからなかったり、食べるものがなくて困ってしまったりします。今日お伝えした避難情報や食べ物の準備などはぜひ普段から取り組んでみてください。それと訓練などに参加して実際に避難とはどういうものかを体験してみたり、避難所にどういうものがあるか見てみたり、避難所までの道を歩いてみて危ないところがないかを調べておくことがとても大切です。災害が起きる前の準備はたくさんありますが、ぜひできることからやってみてください。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。